皆さんこんにちは。マリサです。レイムです。今回の動画は合体怪獣を紹介していくぜ。合体怪獣ってまさか怪獣同士が合体してるの？そうなんだ。しかも2体で構成されてるやつもいるんだけど、今回は複数体でできてる奴らだらけだぜ。合体したら強くなりそうね。すごく楽しみだわ。特撮が大好きなんだよチャンネル。まず、1体目の合体怪獣は最強超怪獣ジャンボキング。ウルトラマンエースの第52話に登場した怪獣で身長は59メートル、体重は5万トンだ。身長が59メートルってことは2C にあるタワー。ブテラーと同じ高さね。なんでそんなこと知ってるんだ？まあ、レイムの2好きは置いといて。置いてかないで別名最強鳥獣とも言われていて、ヤプール星人がウルトラマンエースやタックに倒された鳥獣や超人の破片や分子を合体させているんだ。鳥獣や超人を合体させてて最強鳥獣って言われてるならさぞ強いんでしょうね。残念ながらそんなこともないんだぜ。弱いの？最強鳥獣と歌いながら弱いの？確かに最強と思われるような能力もあって目からビーム、口からミサイル、火炎放射、全身からバリアーを発生させて、防御力もメタニウム光線の攻撃に耐えるほど。だけどメタニウム光線が頭部に直撃してひるんだところをギロチンショットで首切断で終了。弱いというか案外すんなり倒されたのね。もう少し見どころを作ってもよかったと思うんだけどな。2体目の合体怪獣は暴君怪獣タイラント。ウルトラマン太郎の第40話に登場した怪獣で身長62メートル、体重5万7000トンだ。さっきの雑魚？じゃなかった最強鳥獣よりも少し大きいわね。あの雑魚。いや最強鳥獣よりも最強の一角に挙げられるんだぜ。それは期待できそうね。で、能力はどうなの？歴代のウルトラ戦士に敗れた強力なパーツで構成された合体怪獣で全身の至るところが兵器と化しており、高い戦闘能力の持ち主なんだぜ。意外とチート怪獣？能力は確かにチート級だな。飛翔能力は土星から地球までわずか20分。ニューロ光を超えたわね。腹部の吸収口から出す霊気や両腕のハンマーと鎌。口から吐く爆炎放射。ウルトラ兄弟の必殺技をもってしてもノーダメージ。腕から発射する光線でウルトラサインを消すことができるんだぜ。ちょっと最強すぎじゃない？確かに最強だったぜ。ゾフィ、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエースを倒すほどの力を持っていて、ウルトラマン太郎にとって最大の敵になるわずだったんだぜ。なるわずだった。そう。ウルトラマン太郎と戦う直後は優位に立つがあっという間に太郎にボコボコ。鎖をウルトラランスに変えられ、串刺し爆発。あっけない。もしかして連戦で疲れてたんじゃないの？そう思いたいところだけど放送時間の問題で簡単にやられたんじゃないかという意見もあるぜ。大人の事情ね。3体目の合体怪獣は超合体怪獣グランドキング。映画ウルトラマン物語に登場した怪獣で身長は78メートル、体重21万5000トンだ。体重重くない？見た目も相まってまさに要塞。装甲は非常に分厚く頑丈でウルトラ兄弟の攻撃にも子供扱い。グランドキングの役はやりたくないわね。でも逆にあんまり動けないため、周りのウルトラマンたちが動き回る演出にしてたから意外と楽かもだぜ。おかげで要塞イメージを与えれたし。じゃあしてみようかな。楽さで決めんな。オファーお待ちしております。で、防御力は分かったけど、能力はいかほど？能力は頭部から放つレーザー光線、左腕の大きなハサミのスーパーハンド、口と尻尾の先端から出す破壊光線、最後に全身発光。あとは防御力に全振りだぜ。なんか雑魚の空気感があるわね。実は、紹介した能力は設定上では最強だったにもかかわらず、決定打はなかったんだ。設定上？例えば、レーザー光線は全力で撃てば地球火星木星をまとめて破壊する力があるのに手加減していたり、スーパーハンドなんて一度挟んだら離さず粉々にできるが挟まれたゾフィーは無事だったり。宝の持ち腐れじゃない？私なら。ぐへへ。おい。レイム？私が世界を征服するのだ。ははははは。闇落ちした奴は置いていくぜ。
置いていかないでー。圧倒的な力を持っていた、グランドキングではあったんだけど、ウルトラマン太郎に6兄弟の力を集結させたスーパー太郎により、殴る、蹴るなどの暴行を加えられた上、コスモミラクル光線で被害者は爆死したとのことです。ああ、私の野望がそれより私のニュース今日に突っ込み入れようか。すいません。4体目の合体怪獣は合体怪獣ダバラン。ザ・ウルトラマン第28話新キャップが北に登場した怪獣。身長は138メートル、体重12万8000トンだ。見た目が言うみたいね。7万トンの増怪獣と4万8000トンの翼竜怪獣が合体してできた怪獣なんだ。だから言うみたいなんだろうな。あれ ?1 トンどこに行ったの？そこは気にすんな。いや、気になるわ。でもどうして合体することになったの？超怪獣が現れて科学警備隊によって液体窒素で氷漬けにされて、調査のために基地に運ばれようとされたけど、新キャップが危険すぎるとか抜かし、山の中で行うことになったんだぜ。新キャップは正しい判断じゃないの？が、しかし次の日に復活し、同士討ちを狙っておびき寄せられた翼竜怪獣と引き合わせたら合体したんだ。完全に大失敗ね。新キャップダメすぎる。目からは開光線を発射し、3本の足を使った踏みつけが得意。しかも自在に分離することもできるんだ。エヴァンゲリオンのイスラファエルに似てるような。そうなんだ。エヴァンゲリオンの監督庵野秀明監督はウルトラマンから発想を得たとも言っているんだぜ。やっぱり。で、ダバランはどうなったの？ウルトラマンジョーニアスの攻撃から逃れるため、空中に移動してプラニウム光線 B タイプで動きを封じられ、プラニウム光線 A タイプで爆破されたんだ。タイプ A、B があるなら C もあるの？さすがにそれはないぜ。でも他の攻撃もあるからいつか紹介したいぜ。5体目の合体怪獣は金属生命体ミーモス。ウルトラマンガイア27話に登場した怪獣で身長は 52.5 メートル、体重5万2500トンだ。今までの紹介したやつに比べたらそこまで大きくないのね。ウルトラマンに近い体格だよな。確かに。この説明は難しいから簡単に説明するぜ。研究施設のネットワークにウイルスがあって、ウイルスが保管されていた金属生命体のサンプルを再構成して生まれた新たな金属生命体なんだ。ウイルスなの？そのウイルスが何と合体したの？第1金属生命体アパテーと第2金属生命体のアルグロスの破片と合体したんだ。さらにウルトラマンガイアのデータを合わせたんだ。ウルトラマンガイアのデータ？実はウルトラマンガイアのデータも合わせたおかげか最初の登場は偽ウルトラマンガイアでの登場だったんだぜ。ほんとだ売り二つ。が、しかしガイアのデータは古いもので今のガイアにはあっさり見抜かれてしまったんだ。しかも、必殺光線の対戦にも負け防衛隊の総攻撃も受け正体を表した。思いっきり大失態を犯したわね。そして、ガイアが投げの鬼スプリームバージョンヘバージョンアップし、ガイアに計9回地面に連続で投げつけられた。最後は戦うどころか立つことすらおぼつかないほどに弱りきりフォトンストリームで破片も残らず消滅させられたんだぜ。計9回も地面に投げつけられるなんてなんだかかわいそう。この時、ミーモスの中の人は全身打撲をしていて投げられて苦しんでる場面などは全て勝ち。なおさら、かわいそうになった。6体目の合体怪獣は最強合体獣キングオブモンス。映画ウルトラマンテガウルトラマンダイナウルトラマンガイア超時空の大決戦に登場した怪獣で、身長は83メートル、体重8万2000トンだ。キングオブモンスはどうやって合体獣になったの？小学4年生の怪獣が好きないじめっ子の前に願い事を叶えてくれる赤い玉が出現していじめっ子たちを操った。いじめっ子が粘土で作った二足歩行型の怪獣と、そこに子分2人のガキンチョの作った怪獣人形を取り入れることでキングオブモンスが完成したんだ。小4のくせに出来が秀逸ね。そうなんだ。ガイア怪獣全体でも屈指の人気を誇った怪獣なんだぜ。子供の想像力恐るべし。能力も恐ろしくて口からバリアを貫くクレメイトビーム。怪力で相手を捉えて腹部の鋭い牙で締め付ける拷問技シャークファング。そして、マッハ7の速さで飛翔可能な骨力ボーンウィングから展開するバリア、ボーンバリアを持っているんだ。
恐ろしい。しかし肉弾戦ではやや押されていて実力的に負けていたんだ。能力だけ見るとそんなに弱くなさそうなのにそれでも負けちゃうのね。でもそこで少年が現れ、少年のマイナスエネルギーを吸収してバジリスとスキューラが生み出され3体がかりでガイアを苦しめた。1対3は強いガイアでもきついわよね。そこでウルトラマンジェが、ウルトラマンダイナが参戦し敵を分断させたんだ。そして、勝てないと判断したモンスは逃げようとしたがバジリスとスキューラが倒されていて逃げられず、必殺光線で倒されたんだ。どれか一体が欠けてもダメだったところが致命傷ね。分断するってことは良いこともあるけどダメなところもあったってことだな。7体目の合体怪獣は究極合体怪獣ギガキマイラ。映画大決戦ウルトラ8兄弟に登場した怪獣で身長は512メートル、体重68万2549トンだ。相当でかいわね。今まで紹介した中で一番よ。驚くところはでかいだけじゃないんだぜ。合体した怪獣の量も多く、スーパーヒッポリと聖人、キングゲスラ、キングパントン、キングゴルドラス、キングシルバゴンの残留エネルギーを使って黒い影帽子によって合体した強力な怪獣なんだ。見た目もすごく奇妙な形してるわね。能力も奇妙だったりして、非常にやっつけ感あふれるデザインだろう。能力はスーパーヒッポリと聖人の触覚から放つ光弾、キングシルバゴンの頭から放つ青い炎、キングゴルドラスの顔から放つ電撃、シルバデストラクターとゴルドデストラクターを複合した技、パントンの口から放つ火球、ギガキマイラの最強技すべてのエネルギーを集めて放つ光線、生命エネルギーを奪って水さえも砂に変えてしまう能力があるんだぜ。一体一体の能力をふんだんに使ったわね。能力聞いただけですごく強そう。ウルトラマンたちと死闘を繰り広げてくれればよかったんだけどな。登場直後はジェガー、ダイナ、ガイアを地上に叩き落とし、止めに放ったパンドンヘルマグマを無傷でしのがれ、3人を相手に空中戦に発展。能力を使いまくりながら追撃したんだが一発も命中せず、濃紺かよ。そして色々あって8人のウルトラマンにボコボコにされて、最後は8人のウルトラマンによる合体光線ウルトラスペリオンを受けて爆発。もっと粘れよ。6体も合体したんだから、命中率がなかったのが最大の汚点だな。8体目の合体怪獣はフィンディッシュタイプビーストイズマエル。ウルトラマンネクサス36話に登場した怪獣で身長は60メートル、体重6万1000トンだ。13体もにしてはさっきよりも見た目は普通ね。さっきのやつよりは全然いいよな。能力も過去に現れたビーストの能力を備えていてイズマエルが最強ビーストと語られるほどなんだぜ。どんな能力を備えているの？口から放つ熱線、ペドロレオンの火球、ラフレイアの花粉、ノスフェルの爪、ゴルゴレムの興奮と電撃と火球、グランテラの火球、ヴァンピーラの糸、リザリアスがローラーの熱線、メガフラシの電撃を持ってるんだぜ。多すぎて全然覚えられない。とりあえず、火球が3、電撃が2、熱線が2ってことだけわかったわ。確かに多いよな。説明するのも疲れるぜ。これまで追撃されたことがなかったクロムチェスターという戦闘機を全機追撃するという圧倒的な力もあるんだぜ。13体も合体していたら圧倒的力を持っていても不思議じゃないわね。ってことは、私が13人集まって合体したら、ただただ気持ち悪い。そんなことないわよ。強くなりたい。はいはい、レイムはほっといて続けるぞ。ネクサスは圧倒的な力で追い詰められ主人公の命が尽きかけるんだぜ。それはやばい。だけど最後の力を振り絞り、最強の弓矢オーバーローレイストロームを放ち、イズマエルを一撃で葬り去り勝利したんだぜ。最初からそれをしとけばよかったのでは。それは言わないお約束。9体目の合体怪獣は EX タイラント。プレイステーション2のゲームウルトラマンファイティングエボリューションリバースに登場した怪獣で身長は69メートル、体重6万6000トンだ。改造タイラント？合体怪獣じゃないの？ジェロニモンの力で蘇ったタイラントをバルタン星人が強化改造したからそう言われてるんだ。あれ？合体怪獣じゃないじゃん。ジェロニモンの飾り羽とゴムラの後ろ足と見られるパーツが追加されたため、ケンタウロスのような姿になっているんだ。
なるほど。だから合体怪獣ね。どんな能力があるの？ゲーム中の能力として攻撃が大振りだけど攻撃力防御力ともに非常に高くリーチも長い。必殺技は霊気放出、火炎放射、隕石落としの3つだな。隕石落としって何なの？宇宙空間に伸ばしたワイヤーで小学生を掴んで引きずり落とし相手を押しつぶすという素敵な技なんだぜ。ちょっとエグくない？確かにエグいな。スピードはないけど威力はなかなかなものなんだぜ。そんなやつどうやって倒すの？それはプレイステーション2のゲームソフトを買ってぜひ倒してくれ。案件じゃないよ。昔案件すぎるわ。10体目の合体怪獣は100体怪獣ベルドラ。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーに登場した怪獣で身長は4000メートル。体重は測定不能だ。最後にふさわしい大きさね。スカイツリーが634メートルだから6個分ね。想像がつかない大きさだな。でも想像がつかないのは身長だけじゃないんだぜ。合体している怪獣の数も多いんだぜ。今まで紹介した中で一番多かったのは13体よね。それよりも多いの？そうなんだ。226体以上もいてるんだぜ。226体以上？ 100 体怪獣じゃないの？100という言葉は数が多い様っていう意味もあるから間違ってはないんだぜ。そうなんだ。一つ賢くなった。どうしてこんな怪獣ができたの？唯一ウルトラ戦士で悪に落ちたウルトラマンベリアルがギガバトルナイザーの力で、怪獣墓場の怪獣鳥獣宇宙人の魂と合体した超巨大怪獣ができたんだ。頭部に本体であるベリアルがおりそこで指揮を取ってるんだぜ。悪に落ちたウルトラマンなんているの？なんだかすごく怖いんだけど。そのことに関してはまた別の動画で紹介するから他の動画も見てほしいんだぜ。なんだ、宣伝か。で、ベリュドラの能力はどうなってるの？全身から広範囲に放つ必殺技ベリュードラインフェルノで一面制圧が可能で、しかも360度全方向に全く死角がなく敵に取り憑かれても、その周辺部分の全怪獣が一斉に追撃することができるんだぜ。最強すぎない？確かにウルトラマンゼロたちを圧倒するが怪獣を操るアイテムを使って怪獣たちの融合への抵抗を起こし、その隙に総攻撃を受けた末に本体のベリアル20のプラズマスパークシュラッシュを受けて倒されたんだ。案外あっさりだったな。が、しかしベリアルは生きていたんだ。まあ、その話はまた別の動画見てくれな。気になる？今回は合体怪獣10体を紹介したぜ。いろんな合体怪獣が出てきたわね。最後にはすごく大きくてすごく合体数が多いものまで。まだ他にも合体怪獣が出てくるからこうご期待だぜ。よかったらチャンネル登録して、次の動画も見てほしいわ。それじゃあまた次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。